どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。季節になると南に向かって大移動することに失敗した1羽の一人です。さやです。だからここにいる。お気の毒に暇つぶしにじゃあ今日一緒に動画撮っていただけますか。しょうがないからね。ちょっと仲間たちはもうみんな行っちゃったんだけど、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。誰かに寄りかかって生きていたい。もう本当に寄りかかってるやつこいつだけだけど。でもよく見て、寄りかかるために腕力使ってんだよ。今グッてやってるんだよね。そう、うんってやってるの。この人背中取れちゃうよ。よく見て、背中繋がってないよ。本当だ、何これ、どういうこと、怖い。てなわけで今回やっていく企画はこちら。フライパンに張り付いて取れない卵ビーム。タイトルコールお前がするんかい。しかもここしかもここかい。この流れで言っちゃうけどさ、こんなオープニングしてて本当に申し訳ないんだけど、そうだよ、案件です。今回ですね、なんと、エンスカイさんのペーパーシアターっていうものの案件をいただきました。ね、ペーパーシアターってね、夏目さんにずっと知ってて、ずっとチャレンジしようとしてたんですけど、こちらのエンスカイさんが出しているペーパーシアター、これもう読んで字のごとく紙で切り取る名場面。いろんな作品、もうポケモンもそうだし、これヒロアカとか呪術廻戦とか、それこそジブリもそうなんだけど、いろんなものがあるんですよ、製品。こんなね、たくさんあるんですけど、エンスカイさんのね、こちらのペーパーシアターがなんと10周年を迎えました。わー、おめでとうございます。夏目さんちより年上だと思うじゃないですか。実はエンスカイさんにね、案件のお話をね、いろいろお打ち合わせさせていただくときに、10周年記念でいろいろやりたいですってお話があって、10周年の応援隊として一緒にね、今年やらせていただくことになったんですけど、さあ言ったじゃないですか、夏目さんちより年上って。年上言われて気づいたんですよ。夏目さんち10歳らしいよ。夏目さんち10歳なん ?10 周年なんだって。小5なんなんでかというと、厳密には夏目さんちが動画投稿を始めたのは2018年なの。あ、そうですね。そう、18年の3月だと思うんだけど、夏目さんちっていうこのアカウント、要は夏目さんちのエッセイにも書いてある、さやが会社を辞めた直後2人で共同のアカウントね、スケジュール立てるために作っといてって言って出来上がった Gmail アカウントがこの夏目さんちなんですけど、それがちょうど10周年なんだって。アカウント作ってから動画投稿まで2年も空いてたんだ。そうだね。ペーパーシアターと夏目さんちアカウントは誕生からで言うと同期。なんだ、先輩がと思ったら同い年だったんだ。じゃあためでいいか。いるよな、そういうやつ。年齢同じだと思ったら急にグイグイ来るやつ。はい、まあちょっと長くなりましたが、そんな節目のタイミングで、夏目さんち実はペーパーシアターの案件をやったり、そしてちょっとこの後またこの動画とは別にコラボがあるとは思うんですが、一旦これを作りたいが、ペーパーシアターと聞いて思い浮かんでしまったのが、僕はこっちだったんです。紙芝居って紙芝居？一枚絵で見せる名場面ってこと？ある意味この紙で切り取る名場面、このペーパーシアターっていうのは、紙芝居だと思ったの僕。確かに。全然違うよ。もちろんこのペーパーシアターは、いろんな細かくね、切り込みがあるんですよ。で、自分でパーツを切って貼って立体的にどんどん重ねて貼っていって、こう横から見てもちょっと立体的なこの紙の作品というか、めっちゃ可愛いやつが出来上がるっていうキットなんですけど、だけどもペーパーシアターと聞いてどうしても直訳したらなんか紙芝居じゃねみたいな気持ちになっちゃったの。懐かしいね。なんか幼稚園の教室の香りが鼻をくすぐるね。そんな覚えてる？鮮明すぎない。はい。なので、今回やっていく企画はこちら。デーダー1日1場面リレー形式で紙芝居書いて娘に読み聞かせしてみたー。ようやっとこのなんかふざけたタイトルコール以外から出てきたんですけど。確かに危なかった。いいね、なんかだから今回は豪華2本立てですよ。2種類のペーパーシアターってことだよ。そう、僕たちは今からリレー形式で1週間この紙芝居を作ります。オリジナル紙芝居を、こちらの動画ね、絵本を交換で作ったカオスな動画あったじゃないですか。ありましたね。あの動画のごとく1場面この文章も作って、それごとにリレーしていって、もう僕とさやでこう交互にやっていくわけですよ。絵本とさ紙芝居でさ、なんかもう絵を描くさスペースとさ1回の1ページの文章量が結構違ってくるから、そうだからちょっとまた面白い感じになるんじゃないかなと思いつつ、絵本の時はそういえばなんか読み聞かせってしなかったなと思って、確かに今回はその読み聞かせまでやってパラちゃんのリアクションをね、見ていきつつ、そしてその後にこれも作ると。
お、いいね。私結構これ楽しみなんよ。私こういうの好きだよね。じっくりなんかね、コツコツこうちっちゃいのを作り上げていくっていう過程大好きなんで。今日はねこの V 図を、かわいい初代 V 図を2人協力してこう作っていこうかなと思います。楽しみだね。これ多分奥行きがあるんだね。すごいあると思うよね。ちょっと反省が楽しみだ。なんで今日ねボリュームたっぷりな動画なんで、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それではまずはリレー紙芝居やっていきたいと思います。この動画の最後にゲンさんがマグロ一本釣り漁に出ている体験コーナーも出てるよ。ぜひエンディングの後もお楽しみに。詰め込みすぎだろ1本なんで俺この後マグロ漁行くの紙芝居1日目始めるよ。どんだんこの至るまでの間にさ、もうやばい、満身創痍すぎる。そんな満身創痍な気持ちを絵に込めます。でも待って、難しいな。紙芝居ってこうやって見せて、どっちに引いてく？昔あるところ、おじいさんとおばあさんがおりましたみたいなことするわけでしょ。こっち側にお話のこういわゆる2コマ目が来て、こっち側に2コマ目が来るみたいな感じで書いた方がいいってことだよね。そこに気づいたさえちゃん偉。書く前に冷静。やっぱりなんかさ、絵本とかだとさ、もう好きなとこに絵描いて、もうここは自由だよ、絵描いてねみたいな感じだけどさ、紙芝居ってなんか芝居だからさ、読み手側に演出力が求められるというか、それを考えると今までとちょっとなんか違うな。いやもうなんで満身創痍かだよ。ちょっと話したい。腰が痛いのよ今すごく。パラちゃんがねシーソー乗りたいって言ってたんだけど、でもパラちゃんと2人でシーソー乗るわけにはいかんやん。パラちゃんをシーソーの片っぽに乗せて、で私がこうちょっとこう持ち上げてあげるみたいな、持ち上げてあげて、ほら高いね下がったよみたいな感じでやってたその瞬間、衝撃が走る。でもぎっくりって感じじゃないからまだ良かった。ぎっくり腰がセントバーナードだとしたら、ちょっと痛いなーがチワワぐらいだとすると、私の今の痛さは柴犬ぐらい。分かっていただけただろうか。待って、喋りながら書くのむず。紙芝居って昔ワクワクしたな。幼稚園とかでさ やってくれたよね。1ページ目ってさ、基本的にさ何の責任も伴わないからさもう自由にさ書いちゃっていいんだよな。ここからさ、毎回さ、全ての物語が始まってくんだけどさ、ゲンさんがさ、思いもがけない方向性にいつも持ってっちゃうからさ、気兼ねなく書けるよね。まあ、ええかってなるよね。ぜひ、夏目さんちの過去の交換なんちゃらシリーズ、多数出ておりますので、ぜひご覧ください。並べとこう、ここに。浮かすとこう、そのね、ぷかぷかー。全然関係ない話しよう。先日ね、私お誕生日だったんですよ。誕生日になって瞬間にさ、私のお父さんからね、いくつになってもね、パパの娘だからねみたいな感じでさ、すごいいい感じの文章のね、お誕生日おめでとうメッセージが届いて、うちの父から、あら素敵だわと思って、ありがとうって返して、で私の誕生日のその日の終わりにパラちゃんと一緒に写真撮って、お父さんにあなたの可愛い娘と孫ですよみたいな感じで写真送ったの。でその返信が、ちょっとこれさやか邪魔って言われたあれかわいい娘だよみたいな。卵の前では無力だったわ。よし、とりあえずこんなところで文章も考えなきゃいけないんだから。日本語って紡ぐのってめっちゃむずいからさ、私のイメージこうあって、どうしよう、左から抜いていく右から抜いていく。待って、左から抜くか右から抜くかでさ変わってくるわ話ミスった。個人的にはあるところにこんな子がいました、デレレレレレレデデーみたいな感じにしたいんだけど、右から抜くか左から抜くかって全然調べてなかったわ。さやちゃんってばいつだってそういうところのさ、脇が甘い、なんだっけ、読みが甘い、すげえ甘いってことで、あらゆるものが甘いのさ。よいしょ。それで今回取り出してましたのはこちらの100均の固形水彩でございます。ざっくり色を塗って文章を考えていきましょう。いきまーす。ご覧の通り主人公はパーラスケですよ。パーラスケ。この水彩紙がどういう水彩紙なのか全然分かってないけど言っちゃった。なんとかなるやろ。よし OK です。ちょうど1時間。素晴らしい。というわけで我々のね華々しい紙芝居第1ページ目はこんな感じで、じゃじゃーん、なんか全体的にこう水彩でふわっと書きました。文章はねすごいふざけた冒頭をまた書きましたので、後でゲイさんに読んでみてもらってください。皆さんも
というわけで、じゃあこれをゲンさんに渡してこようと思います。さあということで、もうここにセットされていたのでもう見てしまったんですが、めちゃくちゃ可愛いパラちゃん書いてある。いや可愛い。これ突然パラちゃんがじゃあ主人公になったってことなんですかね。いやめちゃめちゃ可愛い。これパラちゃんどうしちゃったのこれ。不思議の国のアリス感あるね。ウサギを追いかける感じなのかな。行きましょう。読んでみます。千葉ところに出ました。千葉。パラ姫ちゃんというとっても可愛い女の子が住んでいました。ある日パラ姫ちゃんはとっても暇でした。退屈だわ。どこかに手頃なエンタメはないかしら。今っぽいな。現代っ子ですね。とつぶやいてたら、パラッパを走っていく一匹のウサギかっこはてなの姿が。これは事件の香り。パラ姫ちゃんはウサギかっこはてなを追いかけることにしました。すごい。完全にアリスだ。不思議の国のパラ姫ってことですね、今のところ。ってことはこれ一回目印をつけた方がいいのか。こうなるわけだね。こうやった時にここが1場面目で、こうするのでこれが2場面目。はい、さあでは行きますか。やっぱこの紙芝居っていうのは読んでる間に退屈させないようにしないといけないから、例えばこっち側で何か言った後に縫って抜いてこっち側で何かリアクションを迫るみたいな、そういうのがあるとちっちゃい子でも飽きないのではないかと思うんだけど、ただうちの子もうすぐ2歳ぐらいなんで、言ってしまえば集中力がまだまだ全然ないんですよね。だからそれでもいけるようにしないといけない。はい、ということで完成しました。あれなんかさっきと場面が変わってないと思ったじゃないですか。順当な流れだったら追いかけると思うんですよ。でも現実はこうです。そう決意してからざっと2時間は経ちました。パラ姫ちゃんはゴロゴロするのが大好きだったのです。私が2人いたらな。うさぎさんを追いかける私、ここでゴロゴロする私。見かねた弱き心くんがのそのそと近づいてきました。ねえねえパラ姫ちゃん、僕にいい考えがあるんだ。ちょっとこっちについてきてよ。別の卓ですね。2つ選びたい。どうしたらいいみたいな。なんかあるじゃないですか。この移ろう気持ちというか。そこをね、何かいい解決方法をきっとこの後最後考えてくれると思うので、このゴロゴロするのとうさぎさんを追いかけるの、どっちも取れる素敵な場面、よろしく。なんかいい教訓が最後生まれるといいな。よし、続きやっていってもらおうと思います。はい、というわけで3日目でございます。可愛い絵がありますが、あれなんか私さ、なんかウサギを追っかけてるみたいなさこと言ったんだけどさ、全然追っかけてないよね。なんか全然いるよね、ここに今。どういうことなん？そう決意してから座っと2時間は経ちました。いいんだよ、その夏目さんちのさ、走り出しがさ、おせえってやつがさ、娘にも受け継がれちゃってるっていうさ、そういう描写いらないのよ。ここの続きむずこの際だから言うんだけどさ、前回桃太郎オマージュだったからさ、実は私こう不思議の国のアリスオマージュにしようかなと思って、だからうさぎさんをかけて欲しかったのに、もううさぎさんははるか彼方にいないということなので、次のやつをかけましょうかね。すごい、ケンさんちゃんとこうやって描いてくれてる。アホみたいなさやのためにここに絵を描くんだよって書いてくれてる。すごいホスピタリティ、ホスオーや。行きまーす。なんだ2時間経った。普通に土曜日の午前中だよなこれ。よっしゃ今日はあれとこれとこれやろうっつって。でももうちょっとゴロゴロしてていいかってなったら、うわ1時じゃん。どっか行くにもなんか中途半端だなみたいな。それじゃん。それ教訓にしたいの？というわけで3日目完成。絵面が全然変わんないけど、まあ許せ。そんなキャラ濃いことされたらやるしかないでしょ。これはゲンさんのリアクションが楽しみだな。ちょっともう面白いな。もうおもろい。これちょっと完成楽しみになってきたわ。普通にやっぱり絵本と違って絵のサイズが大きいだと全面に絵ってなるから、またなんかちょっと楽しみ方が変わるな。じゃあ次やっていこうと思います。ゲンさん、はい、ということで Day4、 4場面目を書くんですが、3場面目ね、これはちょっと嫌な予感はしてたんですよね。僕やっちまったんじゃねえかなって思ったんだけど、やっちまってるかもしれないです。これ行こうそう思ってはいたんです。気づけば1時間経っていました。誘ってくれた弱き心もすっかりお昼寝してしまいました。ゴロゴロする私の自我が強すぎるわ。どうしましょう。パラ姫ちゃんがと悩んでいると、陽気なひよこのナピメちゃんがやってきました。パラ姫ちゃん、ゴロゴロするのにいい場所があるよ。一緒に行こうよ。はい、とのことですがね、
めちゃめちゃこの絵が良くないか。一緒に行こうよと言ってますが、ナピメちゃん。どんどんパラちゃんの周りに集まってきた。これ流れが良くないよね。この流れを断ち切るべきなのか、否か。そしてね、このね、さやの普通に絵が良くて、もう全編さやの絵で構成したいなという気持ちが増してくる。いきますか。どうしたものかなこれは。寝るのにいいところがあるのか。そうか。さあ、ということで、終わりました。まあ、こうなりますよね。ここに来て移動することもないなと思ったので、もうこういうことですよ。来てしまいましたね。どう見ても。夕暮れ時にすごく悪そうなやつが来てしまいましたけど、一体この後どうなるんでしょうか。さやに任せていきたいと思います。デイ5。ゲンさんが書いたページがこちらです。じゃじゃーん。かわいい。かわいいのに不穏だ。また弊社のキャラクターがもういっぱい出てきますね。楽しいですね。あー、狙われている。もうどないせっちゅうんや。でもさすがにちょっとさ、絵面変えたいよな。半分一緒なんよ、ずっと。ママとパパさ、構図考えるのサボってるって思われちゃうわけ。これじゃあ。よくないよ。で、物語がなんだ。よーし、行く前にちょっと一休み。だから休むなって。また画面が変わんないだろうが。おい。あー、また2時間経ってしまった。2時間経っちゃったから夕焼けなんだね、これ。辺りはすっかり夕暮れに。そこに何やら怪しい人影が。ぐへへ。こんな暗くなりかけの時間に無防備な奴らだぜ。あ、やばい。こいつグヘヘとか言うんだ。大変悪い人が来てしまいました。確かに夕方遅くまで一人で遊んでるのは良くないね。ちゃんと時間になったらお家に帰らなきゃっていう、もしかしてそういう教訓をパパ的に入れたかったのかしら。打算的だわパパ。しょうがない。じゃあママがそれをまた台無しにしていきますか。よし、じゃあこれでいこう。私はこいつを救うよ。私はこいつの親だからね。こいつはただの悪いやつにはしないよ。よし、おしまい。デイ5、やっと終わった。なんかもうすごい難産だった。というわけで、なんかエモいな。あ、エモいな。むやみやたらにエモい絵だな。まあいいか。よし、次。はい、ということで、ついにもう6日目、あと残すとこラスト。さやが次1日なんですけど、めちゃくちゃいい1枚描いてる。さやさんに絵本描いてほしくなってきたな。水彩絵本というか子供向け絵本出版してほしいな、さやな。すごいいいですね。なんだこの淡い色。100均の水彩のことこんなに綺麗にできるんだね。じゃあ、行きますか。でもこれね、さやを信じてました。怪しげな悪いやつが来たけど、実は温かく見守ってほしいなと思ってスドーマンを配置したので、さやさん、僕の思った通りにやってくれました。ありがとうございます。やっぱ須藤を悪いやつにするわけにはいかないのよ。実は心が優しいやつなんだよね。さあ、パラ姫ちゃんが目を覚ますと、辺りはすっかり夜。ぼんやりと暖かい光が近くに座っています。明かりを持ったスドーマンが見守ってくれていたのでした。ゴロゴロしすぎちゃった。もう今日が終わっちゃう。なんとかして取り返したい。パラ姫ちゃんは集まってきたみんなにそう言いました。はい。なるほどね。じゃあ今日は何をして取り返していくかと。そういうとこになってきましたね。でもいいね。ゴロゴロして一日無駄にしちゃったなとか思いつつ、無駄じゃなかったんだよみたいな展開にどうにかできないかな。そういう感じでやっていきたいと思います。いきましょう。はい、ということで僕の最終ターンですね。このね、さやの方のラストにパラ姫ちゃんは集まってきたみんなにそう言いましたと。今日という日を無駄にしたくないとパラちゃんはね言ってるので、何が起こるのかなということを想像しながら考えてみました。その時です。草むらから昼間見かけたウサギが勢いよく飛び出してきたのです。ちょっとパラ姫ちゃんが追いかけてくれると思って走り出したのに全然来ないから、変な穴に落ちて少々厄介な裁判の型をつけてしまったぴょんね。ウサギは取ってつけたようなウサギさん語を響かせて怒っています。そうだったの。そうとは知らず私たちすやすやしちゃってごめんなさい。ところでウサギさんの後ろにいる人たちは誰？パラ姫ちゃんは不思議そうに尋ねました。ああ、この子たちは後ろいますね。なんか不思議な穴に落ちて不思議ななんか裁判をね片付けてきた後に何かを引き連れてきたみたいですね。さあこの後どういうエンディングを迎えるのか楽しみに待ちたいと思います。
さあ、はい、今ねパラちゃんパパのお膝にいます。じゃあ始まります。始まります。でれれ、あれどうなってるこれママの段取りが悪い始まり夏面劇場始まりじゃじゃーん、見て、じゃじゃーん。とある千葉ところにパラ姫ちゃんというそれは可愛い女の子が住んでいました。パラ姫ちゃんだって。ある日パラ姫ちゃんはとっても暇でした。暇なのか。退屈だわ。どこかに手頃なエンタメはないかしら。すげえこと言うなパラ姫ちゃんとつぶやいていたら、原っぱを走っていく一匹のウサギかっこはてなの姿が。これは事件の香り。パラ姫ちゃんはウサギを追いかけることにしました。すごい、前のめりで。前のめり感激。素晴らしい。いいね。いきます。そしてダン。そう決意してからざっと2時間は経ちましたパラ姫ちゃんはゴロゴロするのが大好きだったのです。私が2人いたらな。うさぎかっこはてなさんを追いかける私ここでゴロゴロする私、見かねた弱き心くんがのそのそと近づいてきました。それ弱き心くん知ってんだね。えねえパラちゃん、僕にいい考えがあるんだ。ちょっとこっちについてきてよ。ついてきてだって。弱き心くんがついてきてだって。次ははーい、じゃじゃーん。あれまたねんねしてない？行こう。そう思ってはいたんです。気づけば1時間経っていました。誘ってくれた弱き心もすっかりお昼寝してしまいました。お昼寝してるよ。ゴロゴロしてるねえ、ゴロゴロしてるよ。ゴロゴロする私の自我が強すぎるわ。どうしましょう。パラ姫ちゃんがと悩んでいると悩んでるんだって。陽気なひよこのナピメちゃんがやってきました。ナピメちゃんどれ？そう真ん中にいるね。パラ姫ちゃん、ゴロゴロするのにいい場所があるよ。一緒に行こうよ。誘ってくれたよ。なんだまた寝てない？よーし、行く前にちょっと一休み。ナピメちゃんは原っぱに座りました。ふかふかの草なの、とっても気持ちいいでしょ。パラ姫では原っぱだよ、原っぱ。得意げに言いました。行こう、むにゃむにゃ。寝てるよみんな。気づくとまた2時間経っていました大変だ、辺りはすっかり夕暮れに。大変だ。そこに何やら怪しい人影が。あれ見てなんか悪そうな。後ろになんかいるよ。怖いね。ぐへへ、こんな暗くなりかけの時間に無防備なやつらだぜ。大変悪い人が来てしまいました。あら、起きした？あれ？パラ姫ちゃん起きした？起きたよ。ほら、おはようって。パラ姫ちゃんが目を覚ますと、辺りはすっかり夜。ぼんやりと暖かい光が近くに座っています。パパに座って。あら、優しい光の須藤が未だかつてない優しさじゃない。明かりを持った須藤マンが見守っていてくれたのでした。ゴロゴロしすぎちゃった。もう今日が終わっちゃう。なんとかして取り返したい。似てるね。いつもゴロゴロしちゃうもんね。パラ姫ちゃんは熱くまってきたみんなにそう言いました。すると、見てじゃじゃーん。見てほら。あら、みんないっぱい出てきてる。うさぎさんどれ？そう、うさぎさんそれ。よかった、うさぎだったんだ、そいつは。確かにうさぎだったんだ。雪だるまさんは？そう。その時です。草むらから昼間見かけたうさぎかっこはてなが勢いよく飛び出してきたのです。ちょっと、パラ姫ちゃんが追いかけてくれると思って走り出したのに全然来ないから変な穴に落ちて少々厄介な裁判の型をつけてしまったもん。うさぎかっこはてなは取ってつけたようなうさぎさんを響かせて怒っています。そうだったの？そうとは知らず私たちすやすやしちゃってごめんなさい。ところでうさぎかっこはてなさんの後ろにいる人たちは誰？パラ姫ちゃんは不思議そうに尋ねました。
あー、この子たちはあ、見て見て。ででででー。あ、見て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 。こっち来て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 。見てみ、ラーメン見てないで。ラーメン雑誌見てる。そう、急にラーメン見てる。ほら見て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 。ほら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 。見て、パパとママがいる。見て見て。ほら、パパどれパパ。あ、そう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 。ママはえ、そう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 。うん。どうですか？いいよ。お家までの帰り道、パラ姫ちゃんはいろんな話を聞きました。うさぎかっこはてなさんの不思議な冒険の話、後ろにいるたくさんのトランプさんたちの話、聞きそびれていた弱き心のアイディアの話。パラ姫ちゃんはお話を聞きながら、ゴロゴロしないでちゃんと動いていたら、この体験は私がしていたのかしら、なんてことも思ったりしたけど、これはこれでゆったりしたいい日だったので、パラ姫ちゃんはもう満足でした。お家に着くとパパとママはびっくり。パラ姫ちゃんがお友達をたくさん連れてきたからです。ほら、たくさんお友達連れてきちゃったよ。ねえ、パラ姫ちゃんはその顔を見てさらに嬉しくなりました。今日はいい日だったなぁとにっこりしました。おしまい。おしまい。でんでけでんでんでんでけでんでんでんでけでん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 パチ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 。ほら、パチパチしてパチパチ。鼻かんでないで。終わりました。いかがでしたか？どうでしたパラちゃん。どうぞ。ほら、どうです？ご覧ください。やっぱり原画がいいですか？やっぱ原画がいいですか2ですね。ママは？さあさあ、パパは？そう。じゃあ弱き心は？そう。じゃあナッピメはナッピメ。ナッピメちゃん。おお、そうそう。うさがないわ。うさぎは？うさぎさん。そう。じゃあ雪だるまくんは？そう。これパパ。いかがでしたか？てなわけで、はい。まあ一応さっきまでぐずってたのに、最後まで見てくれましたね。で結構なんか楽しそうじゃなかった？楽しそうだった。後半ちょっと集中力切れてラーメンに気を取られてたんだけど。ラーメンの雑誌を急に見始めて、あと今はママの手に残ってるコピック汚れが気になって。いや結構いい作品だったんじゃないですか。やっぱ今日一日ゴロゴロして何もしてないなと思ったけど、まあそれはそれでなんかゴロゴロしてなかったら出会えなかった風景があったのかもしれないという大人に向けたメッセージです。若干ね。貴重な休みなのになんか X 見て終わっちゃったなみたいな感じで肩を落としているそこのあなた、別にその日があってもいいのですよ。そう、結果的にいい日になったかもねみたいな。誰目線で誰向けないみたいな話。子供向けだったのでは。うちの子も無事楽しんでもらえたので、まあこれ引き続き時々ね。せっかくだってこのさすごい可愛いさこんなのも買っちゃったんだから。そうそう。紙芝居マシーンも買ってしまったので、これからも楽しんでくださいよ。楽しんでくださいよ。てなわけで、かつてないぐらい目のきらめいたスノーマンが生まれたところで、今回はこの後まだ大ボリュームです。もう1シアター残ってますから。そうです。ペーパーシアターを今から作りますんで、ブイズたち作っていきます。いやそうですよ。ということで、はい。ありがとうございましたパラちゃん。ありがとうございました。お疲れ様でしたパラ様。はい、握手しましょう。握手。パパとイエーイしよう。握手握手。イエーイ。ママと握手。あ、はい、ゲームね。はい、ゲームね。やりたいんだよね。さあというわけでここからはですよ、紙芝居を無事ね、無事かちょっと怪しいところでしたけどまあ終えたので、ここからちょっとペーパーシアターをね作っていきたいと思います。こちらのシアターもね開幕していきましょう。じゃあ行きましょうか。今回こちら V's のね、これ難易度は3らしいです。これ難易度5まであって、この難易度3がだいたいね、目安時間がホームページに書いてあったんですけど、だいたい2時間からみたいな、そのぐらいで作れるらしいです。はい、2人でニコニコ雑談しながらさ進めていこうよ。なかなかこういう時間取れないじゃん。そうかなこんな時間ばっかだけどじゃあこちらででん、これこっちにいっぱい入ってる。なるほど。説明書だ。なるほど。こうやって作るだよってやつね。はいはいはい。うわーでかい。あれこれで1匹ずつ作ってさ後で合体させるんじゃない？そういうことか。12345そういうことね。じゃあちょっとこれじゃない？今回この12345でそれぞれ担当していけばいいと。そうするか。じゃあいきますか。出してみようか。はい、じゃあ今回ね改めて作っていくのがペーパーシアターのこの V's ですね。はい、これ新商品らしいです。
ありがとうございます。嬉しい。これ作らせていただけるということで。はい。でペーパーシアターってね、印象的なこういろんな名場面を、このなんかレーザーカッターで精密にもうすでにカットされてる台紙を使えるっていう。だからもう切り離すだけでいいんだよね。そう切り離して貼り付けていくっていう、ただそれもパーツが細かいからパーツなくさないようにしたりはちょっとね見えるここ肉球のちっちゃピンクがさ、で、準備するものが、ピンセット、あとカッターと、で一応木工用ボンドで乾くと透明になるタイプのボンドがいいですね。なんかエンスカイさんからもそういうキットが出てるらしいですけどね、セットが。じゃあいきますか。じゃあやってみますか。はい。じゃあ各パーツをカッターナイフで切り離しますと。はい。待って、これ説明書が分かりやすい。文字ないんだけどほぼ。とにかく貼るパーツをこうやって教えてくれてるんだ。まず肉球の方いらっしゃいますか？肉球からいくんですかあなた？だってほら2番目さ肉球なんだよ。必要なパーツごとに切っていかないと。そうもう順番でやった方がいいと思うこれ。一気に切るとかやるともう絶対なくす。違うか、黒を重ねるんだここに。そうやばい、肉球がね、ゴッケさんここに肉球置いたって忘れないで。絶対忘れるからもう責任持ってその肉球。かっこいいこれ。ね、かっこいいね。じゃあ接着します私。もうこれぴったり合わせちゃっていいんだよね。ぴったり合わせた方がいいんじゃない？むしろぴったり合わせないとダメなんじゃない？そうだよね。全然ぴったりじゃない。やべ、ぴったり。ぴったり。まず1個。はい、まず1個。なんか嬉しい、すでに。ね、進んだ。で、まず1つ貼って、次は僕は口を貼るんだ。はい、これで多分サンダース完成。おお、かわいい。かわいい。よし、こんな感じでじゃあサンダース完成したので、じゃあ次いきます。僕次これいきます。おめでとう。いいね。できた。EV 完成。ね、すごい。でも上から見るとちゃんとピンクだ。立体感あるね。ね、息が止まる。集中した。じゃあこのペースでいきましょう。どんどんいきましょう。だんだん分かってきたね。こうすればいいんだよ。いやでもこれいいな。手先が不器用だから最初からこのキットになってるのマジでいい。ね。自分ですごいものを作ってるような体験ができるな。ね。なんかさ、今日はじゃあブースターだけ作って、じゃあ明日は EV 作ってみたいな、ちょっとずつ進めていくのもなんかさ、一日の楽しみになるよね。難易度が高いやつとか多分そうやってやっていくとがいい。ね。まず日をまたぐ時にパーツだけなくさないように本当に気をつけてほしい。ね。おー、すげえ。賢っ。作った人。うるさいなもう。この人に目をむけピー。じゃーん、ブースターです。はい、ちょうど僕もこれ完成しました。かわいい、めっちゃ。フレーム。そう、こういうことだね。こうなるんだよ。こうなるんだ。でシャワーズのなんかそのニョロッチ。でーん、できたー。シャワーズもできたー。さあ、最後にじゃあ全員集合。で揃いましたが。できましたね。ね。すごい。もうすでに達成感がある。じゃあこれを最後にジョイントパーツを使ってくっつけていくと。まず順番はこうだ。正面、サンダース、ブースター、シャワーズで最後のこの紙だ。うわでこれを順番通りに。すでに良い。やば、めっちゃ可愛い。すごい。でこれを刺していくんだ。そういうことね。待って、まずは真ん中から刺した方がいいか。やったー。はい、ということでやったーくっつきました。これ完成じゃないですかね。完成です。ちょっとまだボンドが乾いてないですけど、完成版を見せていきたいと思います。いきます。はい。完成したのはこちら。せーの、ドーン。わー、すげえ。かわいい。やば。奥行き感結構いいね。あるんだね。当たり前だけどパッケージで見たより何倍もいいね。これ飾るわ。これは可愛いね。これめちゃくちゃいい。いや、すごい。これ自分で作れたっていう実感があるのがやばい。楽しい。いや、すごい。めちゃくちゃ楽しかったね。これね、今現状でもう80キャラクターほどあるらしくて、
でも多分ねホームページねこれ概要欄に書いてあるんですけど、見てみたら皆さんが好きなね作品のやつも必ずあると思いますので、だいぶ幅広いんで。いいね。これ玄関に飾りましょう。これそうしようそうしよう。おー。さあここからが大事なことなんですけども、実はまあ冒頭にも言ったんですけど、ペーパーシアター10周年おめでとうございます。おめでとうございます。でそして夏目さんちも活動名義が誕生したのから10周年。活動開始じゃなくて、夏目さんちっていう名前が誕生してからまあ10周年、そんなタイミングでまあ盛り上げていきましょうということで、エンスカイさんからね、ペーパーシアターのお話をいただきまして、まあ今年ちょっと夏目さんちも応援隊として盛り上げていきましょうという話になったんですよ。いやありがたいですよね。つまり、秋に夏目さんちのこれ出ます。やばー、嬉しい。嬉しい。いや嬉しすぎるマジで。じゃあみんなゲンさんの一回裸を見て、その上に貼り付けて裸作るなレイヤーいやもうだからね、これが出来上がるわけですよ。皆さんの手元に夏目さんちで出来上がる。うわー、はい。ただ、いつもみたいにこう夏目さんちの方で書いてこれを作りますっていう風にしてもよかったんですけど、皆さんにもご参加いただきたいなと思ってまして、皆さんからアイディア、こんなペーパーシアターが欲しいというアイディアを募集させていただこうかなと。楽しい。お祭りだね。そうなんです。でそれでこのいただいたものの中からもう独断と偏見で本当に申し訳ないんですけど、夏目さんちが一つ選ばせていただいて、それをもとにデザインを起こして、デザインを起こして作って、それを商品化しようという、皆さんと作り上げる商品化企画。めっちゃ楽しいじゃん。それぜひということだったので、すごい。ぜひぜひこれは皆さんにもご協力いただきたいと思いまして、でそしてこちらの企画詳しい参加方法に関しては概要欄の方からペーパーシアターの公式 X がありますので、そちらから募集しております。イラスト案だったりこんな商品欲しいなどのアイディアぜひぜひこちらに応募してみてください。はい。で他にもね応援コメントだったり皆さんも作ってみたよっていう感想などもあったらね、ぜひお気軽に教えてください。で皆さん投稿していただくと抽選でヒロアカだったり配給だったりね、大人気作品のペーパーシアターが抽選で当たるというねキャンペーンもやってるみたいなので、そちらも合わせてよろしくお願いします。この秋です。秋我々もついに劇場に立ってしまうので、いやある意味ね、この娘さんちの名場面を切り取るということです。名場面、そういうことですよ。確かに名場面ってどこなんだろうみたいなことをね、夏目さんちもぼんやり考えつつ、ぜひ皆さんも考えていただいたり、夏目さんちと周りに西条がいるのかとか、わー楽しいね、そういうのをぜひぜひみんなと一緒に考えていければ嬉しいです。でもせっかくこうペーパーシアターになってこれ重なっていくじゃん。ゲンさんの3枚目にさ、ゲンさんのリアルなさ胃腸の状況とかがさ挟まっててさ、ゲンさん胃腸の状況、そうそう体の中がちゃんと透けてるみたいな。ああなるほどね。じゃあ最初骨から始まるってことやだよそんなペーパーシアター全部重ねんのに。リアル重ねてなんか胃が入っててちょっと今肝臓が悪くてみたいな。そうで重ねてって服が来てみたいな。ちゃんと内臓から組み合わせていくペーパーシアター。何枚になるのここが。いやさやさんもこれ採用されないかな、ワクワク。さやさんも応募側なんで皆さん普通に服1枚にしてください。ゲイさんの内臓シアター楽しみですね。